皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げるのは、お隣の国に金融危機が迫っているということをお伝えしようと思います。今、世界では同時株安というものが進行していますが、同時に為替相場というのもかなり荒れた状態です。ですから、どの国にとっても非常に危機なわけですが、その中においても非常に脆弱な国であればあるほど、その危機の深刻さというものが増していきます。お隣の国においてはそうした意味で構造的な欠陥を抱えており、この構造的な欠陥というのが今回金融危機というものにつながる可能性が出てきています。というわけで今回のニュースはこちら。米国の為替市場は今大荒れに荒れています。そのために中央銀行が介入していると思われるのですが、その介入に必要なための外貨準備高、ドルが不足しているというニュースが流れてきています。一体何が起ころうとしているのか見ていきましょう。それではニュースをどうぞ。ドル資金不足の対応策を18日発表。米国政府は18日、国内市場におけるドル資金不足を和らげるための措置を発表する見通し、事情に詳しい政府関係者2人が明らかにした。関係者によると、金融市場におけるドル調達金利の上昇に伴う資金調達上の制約の強まりに対応した措置になるという、これ以上の説明はなかった。政府はまた、市場の不安定化で広がる影響への追加対策を発表するために準備を進めている。金融機関が警告ウォンをドルにスワップする際に支払うドル調達金利は13日に6年ぶりの水準に跳ね上がった。今、ウォンの通貨安が進むことによって、金融危機が再燃するのではないかという懸念が持たれています。韓米通貨スワップ締結、外国為替の防波堤さらに高めなければ、世界的危機の可能性が高まり、過去の危機の時のように外貨流動性不足が再演されないかとの懸念が大きくなっている。1997年の通貨危機と2008年の金融危機当時は、危機が起きた直後に外国人資金が市場を離れて株価が暴落し、ウォン相場が急落した。続いて金融圏の外貨流動性不足が起きた。ドルを調達するのが困難になった銀行が企業などに貸し付けた外貨を回収し、輸出手形の買い入れも大きく減らした。このため企業がさらに厳しい状況となり、実体経済が悪化し、金融不良につながる悪循環が起きた。最近、外国為替市場と債券市場でも当時のようなドル不足の兆候が少しずつ現れている。中央銀行によると、13日のウォンドルのスワップポイント1ヶ月もの価格は金融危機直後の2009年以降で最も低い水準に落ちた。外国為替スワップは銀行間でウォンを担保にドルを貸し付ける取引を言う。ドルの余裕分がある銀行が利子を得てドル資金が不足した銀行にドルを貸し付ける。スワップポイントがマイナスというのはドルを求める需要がそれだけ多いという意味だ。ドル不足が深刻になりつつあるその背景についても見ていきましょう。ドル供給減の経常黒字急減。4019億ドルの外貨準備高は十分でない。通貨価値暴落を呼び起こした通貨危機がタイやインドネシアなどアジア全域に伸びのように広がった1997年7月、米国政府はファンダメンタルズ、基礎体力は丈夫だとし、安易な対応で一貫した。だが、外国人投資家が注目した指標は、輸出主導経済である米国の経常収支だった。同年上半期の経常収支赤字が92億ドルであることを確認した外国人投資家が、米国は危険だと判断した後に資金回収に出た。外国為替市場と証券市場が揺れ、大企業が相次いで倒産した。対外貿易で基軸通貨のドルを稼ぐことができなければ、外国為替防波堤は虚しく崩れてしまう。上半期にまた赤字出す可能性。経済危機が近づく前には必ず経常収支が悪化した。金融危機直前の2008年上半期には72億1870万ドルの赤字。欧州初の財政危機が迫った2011年上半期に67億2360万ドルの赤字を記録したのが代表的だ。輸出がつまずいた上に外国人投資家が米国の株式、債券を片っ端から売った結果だ。今年の上半期も経常収支に警告灯が点灯した。黒字規模が急速に減り、赤字を出す月が出るだろうと観測される。経常収支黒字のうち最も大きな割合を占める貿易収支黒字が減少しているためだ。信用悪化時は外貨調達困難に。経常収支悪化は実体経済、金融、外国為替を合わせた複合危機を呼び起こしかねないというのが専門家らの警告だ。企業の業績が落ち込み、
投資と内需まで移植する恐れがあるためだ。金融外国為替市場に及ぼす否定的影響ははるかに大きいと分析される。経常収支黒字減少で国と企業の信用度が下落すれば、外国人投資資金が引き潮のように抜け出る可能性がある。そして、現在のアメリカのドルとウォンの相場です。現在ウォンは目安とされていた1ドル1200ウォンを突破して、さらに通貨安が進行している状況です。このようなことからかなりの介入が行われたとみられるのですが、冒頭の記事のようにすでにドルは枯渇しているのではないかと懸念されており、そのことを裏付けるように政府関係者が対応策を発表するとしています。まず最初に言っておかなければならないのは、私はあの国がもはやドル不足に陥っているという話をしているわけですが、これは何も私が勝手な話をしているわけではありません。この記事の中でも触れられているように、すでに前兆現象は起こっており、その上、それを追認するかのように、ドル不足対策というものを発表しますと、記事が流れているのです。ですから、ドル不足が起こっていること、それ自体はもはや事実として存在しているのです。しかし、一つ矛盾があります。それは何かというと、米国においては、外貨準備高は4000億ドル程度あるというふうに発表しています。にもかかわらず、ドル不足がすでに起こっているというのは、一体どういうことなのでしょうか。その答えは結構簡単で、外貨準備高4000億ドルと言いつつも、その9割以上が債券、つまり現金ではない形で積み上げているのです。ですから、現金をあっという間に使い果たしてしまったというのも別に不思議な話ではありません。現在起こっている世界同時株安やもしくは為替の大変動といったものに介入しようと思えば、微々たる金額では防衛することは非常に難しいでしょう。そして、米国の経済にとって非常に重要だと考えられている、この1ドル1200ウォンという目安を守ろうとして、そのなけなしの現金であるドルを介入で使い果たしてしまったとしても、やはり不思議な話ではありません。それほど大きな動きが今世界では起こっているのです。中央銀行がもはや現金のドルがなくなってしまっている、もしくはなくなろうとしているほどに救急としていても別に不思議ではないのです。このように手持ちの米ドルがなくなってしまったその背景にあるのがこの外貨準備高の構造的な欠陥です。米国においては現金以外債券と呼ばれるものが9割方を占めています。この債券というのは例えば、アメリカの国債であったり、アメリカの政府機関が発行している公債であったり、もしくは社債であったり、そのような債券と呼ばれるものが中心になっています。こうした債券というのは現金ではありませんから、今日必要だと言ってもすぐに現金化できるわけではありません。ですから、為替相場のような今日明日使うために現金が必要だといった時に、債券だけが大量にあってもすぐには市場に投入できないのです。では、通貨安を放っておくしかないような今状態にあるわけですが、一体どのような弊害があるのでしょうか。先ほどの記事の中でその点については結構詳しく述べていたようにも思うので、私は少しだけ補足をしておきましょう。通貨が安くなる。これによって儲かる企業もあります。例えば、輸出産業です。お隣の国は輸出型経済と呼ばれるほどに輸出に経済を頼っています。ですから通貨が安くなるということ、それ自体は財閥企業にとっては基本的には良いことです。しかし、米国に投資をしている機関投資家や大口の投資家にとってはこれは良い話ではありません。なぜならば、通貨が安くなるということは資産の目減りも同時に意味するからです。例えば1ドル1200ウォンというのは1200ウォンをかけてようやく1ドルに換算されるということです。通貨が安くなるということは1ドル2000ウォンであるとか3000ウォンであるとか4000ウォンであるとかそういった具合にしてウォンの価値に比べてドルはどんどんと高くなっていくという状態なのです。お隣の国でいくら資産運用をしていたとしても通貨が安くなっていけば米ドルに戻すときにどんどん不利になってしまいます。ですから通貨の暴落というものは必ず資産の暴落を意味するために早めに逃げる必要があるというのが海外からの見方なのです。このような状況下にあって米国ではなんとか世界の主要国と通貨スワップを結ばなければならないとムン・ジェイン大統領は発言しています。これは世界経済を安定させるためだというように動機づけを行っているわけですが、実際には自分の国が一番危険だなということが明らかになっているからです。なぜならば中央銀行の米ドルのその手持ちの現金がもう底を突きかけているというのは報告として大統領府に上がっているでしょう。そのような状況にあっては何としても通貨スワップを結んで現金のドルを貸してくれるところを見つけなければならないという政治的外交的なピンチに立っているということです。もちろんこのような危機的な状況というのは海外から見てもある程度透けて見えるでしょう。
ですから、いくらムン・ジェイン大統領が我が国とスワップを結びましょうと広く呼びかけたとしても、結んでくれる国があるとは私にはとても思えません。もちろん、そういった内実について知らないままに、ポロッと騙されるような国もあるかもしれませんが、そのような国が道連れにされる可能性は十分にあります。この話は何も日本にとって全く無関係な話ではなく、このムン・ジェイン大統領が主要国と通貨スワップを結ぼうという話のその対象国の中にはアメリカや日本も当然のように入っています。もしもこのような時に通貨スワップを結べば、金融危機に一緒に引きずり込まれるという非常に危険な状況が待ち構えています。幸い日本の麻生大臣であれば、この問題に対して門前払いすることができるとは思いますが、まかり間違って通貨スワップを結ぶようなことになれば、それは日本にとっても連鎖的な危機をもたらすものであり、断固反対しなければならない話です。きっと今頃は水面下でそうした交渉が行われているとは思いますが、表立ってしっかりとノーを突きつけてくれることを私は願っています。皆さんはこのニュースについてどのような考えをお持ちでしょうか？ぜひともコメントをしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録をお願いします。そして見終わった時には評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。